お伝え中の洋食カレーセットで、こちらビーフカレーでございます。洋食イギリスでお願いします。はい。出来上がるよこちらこそ。うまい。五島県が創業する時点で初代料理長が歴史上の土方歳三さんと戊辰戦争で戦って負けました。命狙われます。パレスチナ正教会に逃げました。何年もかくまってもらって、そこでロシア料理を学んで、いよいよもう解放されても大丈夫だってなってから出てきた時に、初代の社長の若山宗太郎さんと初代料理長五島由紀さんが出会って、ロシア料理とパンの店っていうのがスタートした由来なんですよ。北海道のふっくりんこ。ランチの一番人気ってどういったメニューなの？やっぱりカレーが多いじゃないですかね。定番はこのイギリスっていうカレーなんですけど、それと明治と2つにしたあいがけなんかよく出ますよね。あとは洋食カレーセットっていうセットが多いのかな。大体あっちの大きい回転釜で140キロくらいで製造かけるんですよ。それを進行方向かけて冷凍保管して常にお客様に出せるようにストックしてる感じですね。
それでは3月19日水曜日朝礼を行います。おはようございます。おはようございます。はい、お願いします。王朝の間という上皇陛下もいらしてお食事されたという会場ですね。前までは普通の一般宴会もしてたんですけど、今はハイグレードな宴会、ピアノのコンサートとか迎賓の方がいらした時に使う会場としてやっております。この建物の建造した頃に作られたステンドグラスですね。コース料理だったらこのようにしてご予約受けてお祝い事ですとか特別な時を過ごす方はご利用されるフロアですね。プライベートルーム、セッカーといいましてご両家の顔合わせとかそういう時に使うお部屋としてご利用いただいているお部屋ですね。通常ラウンジといって例えばカレーですとか洋食セットを召し上がっていただくご予約がなくても接客させていただくフロアになってますね。こちらお待ちしております。はい、どちらのお買いいらっしゃいますか。イギリス風に1つ、ベージュのコーヒー1つ、以上でよろしいでしょうか。オーダーです。カニコロ1枚です。急に切れたわけじゃない。これ8番ね。8番、はい。明治の洋食カレーセットで、こちらビーフカレーでございます。ポークカレーでございます。私がここだって離れるんで最後に美味しいハンデしてるから。練習試合中にこう冒険みたいな指示があんまりない色が濃いのでイギリス風でいったり。オーダーです。お待たせいたしました。洋食&カレーセットのご用意でございます。生麺。上に
3枚、6番。洋食イギリスでお願いします。はい。アップルパイ1枚です。洋食1。あいがけ林のお客様。ありがとうございます。こちらあいがけカレールーライスと大盛りとなっております。右手の濃い色の方が当店で一番歴史の長いイギリス風ビーフカレーとなっており、左手が明治のポーカレー、こちらが林ビーフとなっております。お願いいたします。美味しいです。カニコロだけお願いしたいそうです。ありがとうございます。17枚いただきはい、ます。お願いします。色のルーないが2枚8番。あ、何ここの写真を撮りたいですか？うわ、美味しかったです。完食しました。楽しい時間です。あ、ごめんなさい。出来上がるよよく来られるんですか？初めて。
カレーどうでした？お味は。美味しかったです。ラーメンってはいきっかけがあったんですか？初めて。去年丸い麺といって丸い米という函館の老舗百貨店で出してたラーメンを復刻するということで五島県で出したんですね。その当時のレシピは写真1枚でいろんな人の記憶をたどって再現したんですけども、当時と何が違うというと、いわゆるブイヨン、鶏だしですよね。それを使って現代流の麺を復刻したというきっかけがあって、それからうちもラーメン作れるんじゃないかということになった。かつてうちも20年前ぐらいまでに支店でもラーメンをやってたんですけども、なかなかじゃあ当時のやってた人間もいない中で今またラーメンをやるかってことに復活したんですけども、返しには函館の南海部という地域の真昆布を使って王様しいたけという七重町のしいたけを使って実際に五島県で使ってる鶏ブイヨンを掛け合わせて作ったラーメンスープになるんですね。チャーシューになる部分はブレゼといってフレンチの手法で蒸し煮というやり方で豚のバラ肉をですね余町が発案して作ったフレンチと掛け合わせたラーメンになっていますね。これをもう向こうに持っていくんですね。真空にして冷凍かけたものをタワーに持ってってるんですよ。タワー見られて、ちょうどここが降り口なので、降りてきてカレーパン買って食べながら五稜郭の中を見学するっていうような。オールワンですね。チャーシューも本店の方で仕込みされてるやつ。仕込んでいただいて1、2枚ずつ真空にしていただいたものを。美味しいっす。チャーシュー分厚いっす。食べきれます。はい、余裕です。いや今日たまたま昨日の夜に帰省してゴルフタワーには何度も来てて、五島麺の話思い出して、こういう限定麺があるっていうの、これ食べなきゃいけないと、せっかく帰省してきたんだし。どうでしたラーメンは？めちゃめちゃうまかったですね。昔のやっぱり函館の塩ラーメン、すごくあっさりしててスープも全部飲めるような、それに近いような感じ。チャーシュー増しとかできないのかなとか思ってたら、ちょっとびっくりしましたね。持ち上げたら2センチくらいありませんでしたからね持ち上げた途端にこれはいらないなってまさないでよかった。ホロホロのチャーシューですごく美味しかったですね。すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ラポカツです。後ほどお気をつけください。予想以上に美味しかったです。ボリュームもあるし、カツも美味しいですし、柔らかかったですし。はい、どうもありがとうございます。お待たせしました。スパカツミートです。跳ねないように気をつけてくださいね。常にあったかいところが美味しいですね。あとボリュームありますし、
私少ないのが嫌なんですよ。その店を出た時になんか食べたいなって思う時ってあるじゃないですか。そういうのがあんまり好きじゃないので苦しいぐらい。ツタが生えてるって感じるんですけど、このツタはもうだいぶ昔からあるらしくて、建物自体はもう大家さんの話だと40年は経ってるんじゃないかなっていう話でしたね。試行錯誤してる間にこうやってどんどんメニューが増えてってこの厨房ではなかなか動くのが大変だっていうぐらいのメニューになっちゃったんですよ。書いてないことに多分なってないけど、ナポカツスペシャルが一番ですね。ナポリタンの上にカツとチーズ乗ってます。その次に来るチーズ、やっぱりスパカツミートですかね。ミートソーススパゲティの上にカツが乗ってるんですね。本当に若い方から高齢の方まで男女問わずですね、うちは。私少ないのが嫌なんですよ。なんかあと一口食べたかったなって思う時あるじゃないですか、外食してて。その店を出た時になんか食べたいなって思う時ってあるじゃないですか。そういうのがあんまり好きじゃないので苦しいぐらい。ペラペラは嫌なので、かといってあまり厚すぎても麺でただですらボリュームあるので、だいたいこれぐらいの。スタートの数枚だけ衣つけちゃいます。スタートにバタバタしちゃうので、あとは随時5枚ずつぐらいつけて待機します。こちらすごい薄めにつけます。ナポリタン自体がこってりなので、あまりにも衣が厚いとそこに油またすごく吸うじゃないですか。階段なんてこれもうちが作った。いいですね。こっちの方が食べやすいんだよね。北海道代表にはなったんですけど、全国大会は優勝できませんでした。よいしょ。今日も上結構あったんですか。そうだ、上あったんだわ。暇だよ。テーブルかカウンター出てきますよ。ナポカツはい、ありがとうございます。大盛りです。はい。いらっしゃいませ。
ままでさやかをこうラポカツです。後ほどお気をつけください。2回行きます。はい、お願いします。普通盛りのナポカツです。はい、どうぞ。姫様。ナポカツとプリンが絶対食べれる。結構来られるんですか、こちらの店。初めて来たんですよ。他のテレビで見て来たんですけど、予想以上に美味しかったです。今日は大盛り頼まれた、ボリューム感とかいかがですか。頑張って食べきります。はい、プリンどうぞ。ありがとうございます。プリンどうぞ。鉄板もらいますね。プリンがすぐ売り切れますよ。プリンがなぜか人気なんですよね。硬いプリンなんで。はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。お待たせしました。スパカツミートです。跳ねないように気をつけてくださいね。タバコありますか。B ですか。いいですね。めっちゃローランド見えないですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スパカツミートです。お味の方っていかがですか。お味は美味しいです。札幌でスパカツやってるところってやっぱ限られてるんで、あとボリュームありますし、鉄板でたまにカリカリな部分もある。常にあったかいところが美味しいですね。美味しいです。美味しいです。美味しいです。美味しい。美味しいです。美味しいですね。今日は何を召し上がられたんですか。ナポカツだ。ボリュームもあるし、カツも美味しいですし、柔らかかったですし、スパゲティも美味しくいただきました。はい。
はい、行きます。お待たせしました。チーズ煮オムライスです。はい、1個ずついきます。はい、失礼します。ライターサラダのカップされます。ちょっと待って大丈夫ですか。お水をちょっとゆっくりもらってください。はい。もうちょっとで来ます。お待たせしました。間いいですか。入れて。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい。シャツ跳ねないように気をつけてくださいね。はい。あ、じゃあナポカツスペシャル。あ、ボリュームありましたね。うん、味美味しいです。有名で聞いてたんで、初めて来ました。今日は。普通盛りで 300g で。300g。300超えするときもあります。いらっしゃいませ。肘いかれるんですよね。フライパン振るときが結構な重さ感じるんですよね。渡しますから。まず1個。お会計ですね。少々お待ちください。また来ます。お待ちしております。お待ちしてます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。でも道東行くと結構こういうの。ポークチャップです。お待たせしました。昼の営業だけで2時間ぐらいで30人以上、2、3回転します。はい。お待たせしました。おかつです。熱いので気をつけてください。まためっちゃ恥ずかしい。まあこういうパターンもあります。また。間違いなくナポカツナポリタンが一番出ますね。
します。いきます。ありがとうございます。今日初めて来たんです、動画とか見て美味しそうだなと思って、一度来てみたいと思って来ました。大変お待たせしました。はい、どうぞ。会計こちらでお願いします。じゃあどうです。ありがとうございます。焼きチーミーです。器熱いので気をつけてください。はい、お待たせしました。スパカツミートです。鉄板気をつけてください。どうぞ。うちが開店する前に、いろいろ試行錯誤で40キロぐらいいろんな麺を仕入れて、もういろんな太さで作ったんですけど、やっぱり 2.1 が一番しっくりきました。一番これがパスタっていうくくりじゃないんです。イメージ的にスパゲティ、昔の喫茶店が出してたようなねっとりとしたナポリタンを目指して作ってます。このご時世これだけ物価が上がって値上がりして結構もうきつい状況なんですよ。飲食店はどこもそうだと思うんです。生き残れるように頑張る、それにはやっぱり手抜きは絶対にしないこと、素材の質を下げない仕入れを心がけてます。潰れないように頑張ります。はい。2杯目です。普段は朝食べない人だったんですけど、栄養バランスも良くて美味しいので、朝とか夜の楽しみで毎日。
か？大丈夫。今僕らがやってる寮は大学が4大学ありますので、はいまあ、そこの方たち向けの、はい学生寮をやっているっていう感じですね。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。永瀬さんの一日の流れっていうのは。朝、いまあ、雪かきやったら雪かきして、まあ、事務仕事して、カフェのランチ作って、夕食の仕込み入って7時からバーのイベントがあるので、準備して、っていう感じですかね、仕事内容的には。そこがもう45年同じ鍋ですね。今日は使わないですけどね、今度毎日使いますね。だいぶもう作ってるね、仕込みは。カフェの方ってどういったメニューがされてるんですか？皆さん寮のメニュー食べてみたいことが多いので、まあ、ご飯ベースに一汁三菜で、その一汁を豚汁にして一豚汁三菜というか、はい。永瀬さんで3代目になるんですか？そうですね、3代目ですね。10年目になりますよ、ちょうど。大学卒業した後は東京で不動産やって2年間、その後オーストラリアで料理2年間、全く料理したことなかったんで歴史を配りまくって、まあ、ホテルに入ってるメキシカン料理みたいな感じだったんですけど、はい、あんま食べたこともない料理を最初やったって感じでしたね。煮物は学生にも人気なので、これ青森の四国米ってやつですね。こちらのカフェはいつオープンされたんですか？2年前の10月16日ですね。
ここら辺は学生街にあれもかかわらず飲食店が続かないんですよね。もともとここは祖父母の家だったので、まあ家賃とかランニングコストかからないので、であればうちがやっても面白いんじゃないかっていうのが一つのきっかけですね。一緒に入ってきても大丈夫？もちろんです。同じタイプですけれども違ったお部屋をご案内いたします。もう7時ぐらいから食べれるようにしますみたいです。ただ徐々に暑くなってきているので、病気になった時とかに買うことがちょっと億劫だと思いますので、気候が全く違うので、そうですね。来年からですか？はい、来年からです。思ったより綺麗でびっくりしました。そうですね。その後も気をつけて。ありがとうございます。またお待ちしてます。今日は生姜焼きやろうかなと思ってました。毎日即興です。弁当だけは。日曜日お弁当になっているのランキングね。お願いします。やっぱ端材がいっぱい出るんで、その端材を利用してブロードってなんか出汁みたいなのを作って、例えばカレーとかこういった時炊いたりする、そういったものに使って皮とかも、まあ、栄養素とかもちょっと無駄にならないことで料理に活用してます。パスタ入ります。これ酒。入れ肉。日曜日のお弁当ですね。125人分あるんで、それの仕込みですね。観音にしようかな。頼んで。これどういう味付けにしようかな。
けといって焼く前にちょっと皮目に蜂蜜塗ってあげて、漬け込みの料理の方が水分量多いんでお弁当に入れてあげても柔らかさっていうかジューシーさが残るんで、はい、こんな感じですね。よし。ちょっと最後だな。じゃあ一回それさんいいですか？なんかもう一回ですね。もう一発だけ待ってください。申し訳ないです。片栗振っちゃって。片栗。はい。ましょう。大丈夫？うん、大丈夫だと思います。
よいしょ。ごちそうさまでした。こんばんは。いただきます。毎日食べられてるんですか？はい。美味しいです。美味しいです。大学2年生です。普段は朝食べない人だったんですけど、栄養バランスも良くて美味しいので、朝とか夜の料理も楽しみで毎日。そうですか。今日金曜日のなんか。はい、何杯ですか2杯目です。ここの量はどうですか、住み心地は。住みやすいです。最初から IH ついてて、洗濯機もついてるから結構楽ですね。駅1分だし。そうですね。戻ってこられてから、入居率は結構上がったっていう話聞いたんですけど、男子寮は 50% ぐらいだったんですけど、3年で 92% ぐらいにしました。はい。子供の頃からここを継ぐっていうのは決めてたんですか？いや、決めてないです。うちのね、入居者数が悪かったんで、その時オーストラリアにいたんですけど、その時母からメールが来て、帰ってこないかって言ってたんで、じゃあそれ帰ろうと思いました。だから今までのね、職業が全部寮の職業だったんで、不動産と料理というか、だからやることに対してはあんまり悩みはしなかったですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私もちょっとだけ寄っていくので、あ、そうなんはい、ですか。また。朝8時半から12時まで働いておられるんですか？日によっては朝6時半から12時ぐらい。そういう感じですね。ピラティス。息子さん戻ってこられてどうですか、10年。父親もやった時からずーっと見てるので、なんとなく自然に入ってきましたね。一つの遊び場であって、でそれが仕事場に変わったっていうことであって、私がそろそろ手をついてもいい頃なんじゃないかなって最近思うぐらい、だいぶいい感じで今来てると思いますね。今日は長いことありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またいらっしゃってください。ぜひぜひ。ありがとうございます。